はい、それでは Shopify 開発者チャンネル、先週に続き今週は第18回ですね。今週のテーマはこちらです。Shopify 開発者向け配信第18回アプリをゼロから作って、基礎から最新機能まで学ぶハンズオンということで、させていただきます。配信の方は大丈夫ですかね。もし、ちゃんと見れてるようでしたら何か、チャットで反応していただければなと思います。はい、大丈夫です。ありがとうございます。よかったです。で、先週は、テーマをスクラッチから作る配信をしましたと。で、今週はアプリについてやっていこうと思います。見れてますとコメントいただきました。ありがとうございます。で、ですね、基本は先週と一緒で、スクラッチから作っていくんですけど、先週は本当にその場で、一から作っていったんですけど、ちょっとアプリの方は、複雑で機能も多いので、私が、あらかじめ作って、ちょっと、時折ですね、いろいろなところでシェアしている自身が作ったサンプルコードに沿って、作っていこうかなと思います。では、早速始めていきたいと思います。ごめんなさい。ちょっと自己紹介が遅れましたね。で、私は、Shopify Japan でシニアテクニカルパートナーマネージャーをやっている、岡村と言います。Twitter ではベンゾーカピという ID で、こちらのハッシュタグですね。Shopify Dev、JP というハッシュタグでもつぶやいています。で、質問は、Twitch の方でもいいですし、こちらのハッシュタグで Twitter でつぶやいていただければ、後ほど拾っていこうと思います。では、早速始めていきます。まず第一、CLI のセットアップ、開発ストアの作成ということで、これはテーマと一緒ですね。はじめにまず CLI のセットアップと、開発ストアの作成なんですけど、こちら、まずブラウザベースでやっていこうと思います。まずはそうですね。こちらかな。こちらでいきましょうか。ごめんなさい。と、これかな。よいしょ。はい。これ今見えてますかね。大丈夫でしょうかね。今私の開発ストアが見えてますけど、先週の、先週と同じように、まずは開発者サイトを見ていこうと思います。ちょっと字が小さい。これぐらいで大丈ごめんなさい。リセットしちゃった。えーっと、だいぶ大きくなりましたね。はい。では、これでいきたいと思います。で、こちらが、我々の公式の、shopify.dev という開発者サイトですと。で、コマンドラインツールはテーマ開発でも使うんですけど、アプリでも使いますと。で、えっと、テーマの回でも言ったんですけど、テーマの CLI は Shopify というコマンドを直接ターミナルから呼ぶんですけど、アプリの場合は基本的に NPM のスクリプトとして呼ぶようになっていて、同じ Shopify コマンドでも使えるサブコマンドが違ってたりしますと。で、こちらがアプリの中のコマンドラインの説明なんですけど、アプリに関していろいろサブコマンドが並んでますと。で、今日使う、例えば Generate エクステンションとか、デバッグ用の Dev とかあるんですけども、で、インストールはですね、NPM の、インストールコマンドで行いますので、我々のチュートリアルとしては、イニットで入れておりますと。で、テーマの方はMac だと Blue で入れてたと思うんですけど、そこがちょっと違うところですね。で、開発ストア、今日私、先週のテーマと同じ開発ストア使ってますけども、えっと、これですね。これが、Shopify パートナーアカウントの開発ストアの作成のメニューなんですけど、テスト用で作るときはこちらを選択して、ストア名、適当につけて、私は日付を入れることでだいたい重複、を避けてるんですけど、で、今日のデモというかハンズオンで必要なのは、この開発者プレビューというのが、
必要になってきます。ここのチェックアウトエクステンシビリティっていうのを選んでいただくと、今日話すShopify、ファンクションとか一部まだ、本番リリースされてないものが試せるので、新しい機能を、使う場合は、このプレビューの方を選んでください。あと豆知識で、この通常カラストアでデータがないんですけど、テストデータから開始っていう、ものをすると、商品とか、あと途中のオーダーとか、あと面白いところだとフルフィルメントサービスみたいな、外部サービスを使った、フルフィルメントサービスとか、あと配送のロケーションなんかも、勝手に作ってくれるので、Shopify が実際に運用している状態の、開発ストアが作れますと。なので、こちら作っていただくと、すごい Shopify のキャッチアップに、役立つんじゃないかなと思っております。はい。以上がそうですね、CLI と開発ストアのセットアップですと。で、えーっと、我々の、チュートリアル、開発者サイト、クリエイトアップっていうのが一番最初なんですけど、ここにずっと見ていくと、この NPN イニット Shopify アップレイティストっていうのがあるんですね。これが、我々の公式の手順で、さっき言ったように、この前に何か Shopify コマンドを入れるっていう手順ではなくて、この npm init をしたときに、このディレクトリの中に、Shopify コマンドも一緒にライブラリとして、モジュールですか。ごめんなさい。モジュールとして入るようになっております。で、じゃあそれを実際にやってみたときのターミナルの状況をちょっとお見せしたいんですけど、また例によって少しウィンドウを切り替えるので、えーっと、これかな。はい。今見えてますかね。よいしょ。見えてますね。はい。これが今開発者サイトに載っていた NPN ニットをやった、結果ですと。よいしょここですね。ちょっと時間少しかかるので、もう実行済みにしてますけど、これが NPM イニットですと。で、名前とか指定して、これでずらずらずらと入っていくんですけど、これ何やってるかっていうと、その Shopify コマンドをインストールするだけではなくて、同時に Shopify が、自動生成するアプリのコードまで作ってくれます。なので、NPM イニットした後のこの NPM ランデブをすると、もうここで実際動くアプリがもう作れて起動しちゃうんですね。で、えーっと、ずっと行って、ここですかね。このプレビュー URL というのが出てくるんで、これをブラウザに貼り付けると、そこからアプリのインストールフローが走って、先ほどお見せした作成した開発ストアに、このアプリが表示されるので、とりあえずアプリを動かしてみたい場合は、この NPN イニットで作るのがいいかなと思います。で、そのコードですね。コードを少し見てみたいんですけど、コードが、これの、よいしょ、こっちかな。またちょっと切り替えて、これですね。はい。これ見えてますかね。はい。こんな感じですね。これが先ほどの NPM イニットで作られたコードになってます。で、ちょっと解説すると、まずこの Web っていうのがあって、この Web が何かというと、いわゆるアプリのバックエンドですね。バックエンドと、このフロントエンドっていうのは、オンラインショップのフロントエンドではなくて、アプリの管理画面のフロントエンドですね。だから、Shopify 管理画面に表示されるアプリの設定画面で、こちらは、リアクトで作られています。リアクトは、今日、詳細な説明は省きますけど、Shopify の、いろんなアプリの開発する場合の UI の部分っていうのは、この、リアクトベースに、解説されているので、リアクトを使わなくても、バニラ JS っていう、要は生の、JavaScript で書く方法もあるので、完全に必須かと言われると必須ではないんですけど、やっぱりそのライブラリのデフォルトがリアクトで提供されたり、この後、
ご説明するアップブリッジとか、ポラリスっていう管理画面用の部品なんかも、JS と CSS で提供されてたりもするんですけど、一応それをラップしたリアクトが、標準のライブラリーとして提供されているので、ぜひアプリ開発される方は、このリアクトをまずマスターしていただくことをお勧めします。で、私のコードの方もリアクトを使っています。で、ここが管理画面のソースですね。例えばこのアップの中に、リアクトで、いろいろあって、さっき言ったポラリスなんかで、実際のこれ多分管理画面のメニューを定義しているところですけど、そういったコードがありますで、ここのページ図が実際のこのページ図の中にあって、これ今サンプルなんで、メインの、共通のものしかないですけど、ここにいろんな、作りたい機能ごとにリアクトのページが増えていく感じですね。で、一方、このフロントエンド以外の部分は、今NPN イニットするときに、言語を選ぶようになっていて、Node か Ruby か、あと PHP か選ぶようになっていて、で、私は Node を選んだので、Node.js なんですけど、これ例えば、Ruby でバックエンドを Ruby で書きたいとか、PHP で書きたい方は、ここの index.js が index.php になって、PHP のコードが吐き出されたり、Ruby のコードが吐き出されたりしますという感じですね。で、なので、この状態でもうすでに動くようにはなってるんですけど、ここで一つ、問題というか注意点がですね、割と、Shopify のアプリとか、このリアクトとかを割と理解されてる方は、このままどんどん開発例えば自分がこれをベースに自分の独自のアプリを作るときに、どんどんコードを継ぎ足していけると思うんですけど、アプリに関してはまだあまり知見がないとか、このリアクトとかそこまでまだ詳しくないっていう場合は、結構この生成されたコードの、ルールですね。ルールとか、この生成されているコード自体をまず分析して、例えばこの Shopify.js っていうのが、OAuth のハンドリングとか、Webhook のそのバリデーションとかやってくれてるんで便利なんですけど、これが何をやってるかっていうところのキャッチアップから始まるので、結構そこに時間がかかったりします。で、今日の、配信の、目的というのは、この CLI のアプリの、理解も含めて、自分で一からもっとシンプルに作ってみて、Shopify のアプリの仕組みであるとか、新しい機能がどのように動いているのかっていうのを一つのコードで全部一つ一つのコードを小さくして、それを一つのアプリに集めることで、統合的に理解しようっていうのが、今日の配信の目的になっております。ということで、もう一回ちょっと画面をブラウザに戻しますと。で、ブラウザに戻すと、ごめんなさい。いつもこれを忘れちゃうんですけど、今言ったのはこれですね。CLI で生成されるアプリと設定とコードの確認ということで、まずアプリのコードを見てみましたということで、イニットした後に、じゃあこのアプリどうやって動かすか。この NPA のランデブ、さっき言ったランデブで動きますよと。そうするともうアプリが起動して、そのままこういうアプリのインストール画面になって、で、このサンプルアプリってもうテストプロダクト、テスト製品を作るところまで機能が実装されてるんで、それを使ってすぐにアプリ動かせますよっていうことが書いてありますと。で、先ほど言った言語がこの3種類ですね。で、例えばこれ Ruby クリックすると、GitHub が出てきて、で、このコードがさっき VS コードで見せた、この Web と対応してて、この中が Ruby のコードになってるんですね。で、さっき.js で Node.js のコードになってたのが、Ruby を選ぶと Ruby のコードとして、Ruby on Rails のコードとして吐き出されますと。適当にコントローラーとか選ぶと、Ruby で書かれてるんですけど、で、一方で、ここのフロントエンドですね、リアクトの部分って参照型になってて、クリックすると別のリポジトリに飛ぶので、実はリアクトの部分って Node を選んでも Ruby を選んでも、PHP を選んでも同じソースコードが、インクルードされるようになってます。なので、ここまで来ると勘のいい方はわかると思うんですけど、コマンドラインやってることは実は難しいことやってなくて、ほとんどこの、Shopify のリポジトリに上がってるテンプレートを、コピーしてきて、そこにちょっと設定ファイルを入れ込んでるような形なので、この GitHub の元々のコードを見ていただくと、他の言語
がどうなってるかとか、あと、ノードを選ぶと結局リアクトもバックエンドも全部 JS になるので、そのバックエンドとフロントエンドの、切り分けが難しいんですけども、他の言語をあえて選ぶと、バックエンドとフロントエンドこう分かれてるんだっていうのがすごくわかるかなと思います。はい。で、そうやって作られたアプリなんですけど、アプリはパートナーダッシュボードから作られますと。で、その設定を少し見てみると、どこかな。えーっと、これですね。今、私はローカルで MyCLI アップ1という名前を作ったんですけど、ここにこう、アプリ URL というのが設定されてて、これマニュアルで作る場合は自分で自分のホスト環境を設定する必要があるんですけど、CLI で作るとこういう感じで、設定されますと。で、ちょっと前まで ngrok が、設定されてたのが、今、クラウドフレイヤーの URL になっていますということですね。で、CLI で Dev とかで、やると、ここが変わる場合って、こう自動で、こう変えてくれるので、便利になってますと。で、マニュアルで例えばエングロックで走らせてる場合は、ここを自分で毎回起動前に、書き換える必要があるので、ちょっとめんどくさいかなってところですね。で、この後お見せしますけど、アプリのインストールするときに、Shopify が呼ぶ URL がこれになりますと。で、同時に、このShopify の管理画面で、呼ばれるときの URL もここになりますというところなので、ここがすべての起点になりますと、トップですね。で、インストールの時の OAuth のフローのコールバックはこちらになるという形ですね。はい。で、と、今が、アプリの設定、コードの確認なので、次、3番目。スクラッチで作るコードの確認と意義というところで、えっと、ここまでがこの CLI で作られた、こちらのデベロッパーサイトの手順で作られた CLI の手順と、それによって作られるコードと、そのアプリの設定まで見たんですけど、今度は、今日、テーマとして扱う、私の方で作ってる、CLI の自動生成を使わない場合のコードですね。これを見ていきますと。で、そうですね。今ちょっとチャットに貼りますと、こちらのリードミーに、説明は載せてるんですけども、もし皆さん余力があれば、今、Twitch のチャットに貼ったので、これを見ながら聞いていただければなと思います。で、挙動ですね。動作の基本原理は同じなんですけども、ちょっと環境変数少し設定すれば動くのと、あとは、例えばこのフロントエンドがさっき言ったように、CLI のフロントエンドと一緒で、リアクトで作られてますと。で、この後お見せする管理画面も全部リアクトで作られてますと。ただ、独自に、作ってるので、コード量は割と、抑えめですという部分と、で、バックエンドは、これがちょっとあまり、多分、ライブの設計だと普通こういうことしないんですけど、この App.js に全部1ファイルに残るんですね。なんで、すべてのバックエンドは、この1ファイルをひたすらこう検索すれば、あの、出てくるという、ことになってます。はい。なので、すごくシンプルですと。あとはこのエクステンションですね。エクステンションに、CLI で生成されたときはエクステンションなくて、別の CLI、エクステンションジェネレートエクステンションというコマンドで作るんですけど、そのジェネレートしたエクステンションがもうすでにいくつか入ってるので、これを、もしお手元で試すときは、ご自身のアプリにデプロイするだけで、すぐ使えるようになってますという形ですね。なので、この一つのアプリでエクステンションのコードと挙動まで試せるようになってますという形ですね。で、まだちょっとこれ、開発途中というか、アップデート予定なので、まだ機能をインプリメントしてないところはあるんですけど、一応出来上がってるもの、今日はちなみにこのチェックアウトエクステンションまでやっていこうかなと思うんですけど、出来上がってるものは一応 Wiki のページに、動作する、動画がこう一個一個貼ってあるので、もし、コードを見られる方はちょっと参考にして、こういう風に動くんだっていうのを見ていただければなと思います。
はい。これが今日使うコードの解説です。はい。で、まあそうですね、意義ということで、先ほども言ったんですけど、もともとこのコードを作った目的っていうのは、やっぱり一回自分で作ってみるのがやっぱり開発者の方にはすごい分かりやすいのかなっていう部分と、そうですね、リードミーにも書いてるんですけど、なるべくあまり Shopify のライブラリとか他のライブラリを極力使わないように作っているので、例えば、この後にご説明する、Shopify からのアクセスの、バリデーションですね。改ざんチェックとかの仕様もデベロッパーサイトに載ってるんですけど、CLI が作ったコードは、その辺が全部ライブラリで隠蔽されて、最初からもう用意されているので、それを使うと楽は楽なんですけど、逆に言うと、どういうバリデーション走ってるかっていうところのチェックが少し逆に追いづらくなってたりもするので、その辺を可視化するためでも、自分の、手で、一から作ってみるのはすごく大事かなと思ってます。なので、このコードを使わなくてでもですね、皆さんも例えば別の、違う言語とかで作られるのを、お勧めしますということですね。で、次4番目、アプリのホスト環境ですね。で、先ほど言ったように、通常開発するときは、エングロックとかローカル環境で開発されるのがいいのかなと思うんですけど、Shopify としては、デベロッパーサイトで、言及されているのは、こちらの、えーっディストリビューションかな。こっちか、デプロイメントですね。デプロイやウェブアップで解説されているのは、CLI のデブコマンドでローカルでやる場合、あと fly.io とヘロクというものが、解説されてるんですけど、私が今日使っているのは、このレンダーというサービスですね。で、これレンダーの場合は、あと無料で使えるのと、基本的に GitHub のリポジトリだけあれば、アプリが勝手に作られて、あと私のサンプルデータベース使ってるんですけど、ポストグレスなんかも使えるので、もし、ホスティングサービス探されている方は、トライしてみもいいのかなと思ってます。で、環境変数もこういう感じで、リードミに載せているものを掲載できたりしています。はい、そんな感じですね。で、なので、今日はそのレンダーを使うんですけど、次に、では、いよいよアプリのインストール、アンインストールの実装というところに行っていきます。で、アプリの実装なんですけど、先ほど言ったように、インストールするときは、アプリのトップ画面にアクセスされるので、これがこの私のコードだとここになりますと。で、ここで何やってるかっていうと、CLI で作られたコードも最終的には同じようなことやってるんですけど、データベースからアクセストークンを拾って、で、そのアクセス、そもそも、その、インスえっと、Shopify からアクセスされるときって、ここパラメータに必ずショップの ID、ショップの名前がつくんですけど、そのショップに登録アクセストークンがあるかないか判定して、なかったり、あるけど、API が呼べない場合ですね。これ単純にショップのネーム呼んでるんですけど、呼べない場合はアクセストークンが失効してるんで、その場合は、インストール処理に、走らせるというコードを書いていますと。で、これがShopify の認証は、アプリの認証は OAuth を使ってる、OAuth2 を使ってるので、OAuth2 をするための URL になってますと。で、よく勘違いされるのが、Shopify が、例えばアプリストアに公開する場合とか、カスタムアプリ使うときとかに、Shopify がこのリダイレクト処理を初めから呼んでくれると思われる開発者さんいるんですけど、実際は、アプリストアとか、あと、パートナーダッシュボードのテストの時に呼ばれるのは、このトップ大リダトップ URL だけなので、ここのリダイレクトの判定を自分でしなきゃいけないんですね。それについてが書かれてますと。で、これが今日、お見せするサンプルコードで、機能ごとにトップ画面に目次みたいな形になっていて、で、各画面をクリックすると、参考に、参照するそのデベロッパーサイトのリンク付きで、処理ができるんですけど、これまず、インストールされた状態ですと。で、ですね、で、私の今
使ってるアプリがどれになってるかというと、これ今カスタムアプリですね。アプリストアに載せるものではなくて、各ストアに入れるものとして使ってるんですけど、この、カスタムアプリとして今作っていますと。で、インストールするときに、例えばパートナーダッシュボードからテストするときは、このストアを選択するというボタンで、今日使っているストアにインストールっていうボタンを押すと、このように処理が走るんですけど、今インストールしてるんで OAuth のフローは走りませんと。これなんでかっていうと、アクセストークンが生きてるんで、そのまんまにしてますということなんですけど、じゃあこれをアンインストールしてみると、アンインストールして、もうアプリの一覧からも消えちゃうんですけど、この状態で、ストアを選択するで、アプリをインストールっていうボタンを押すと、今度はこのインストール画面が走る感じですね。で、OAuth フローなので、ここでこういう、権限のデータの読み書きをしますよっていう、確認が入って、マーチャントが OK ということでインストールアップをすると、めでたくアプリがインストールされるというところですね。で、ここの処理がここになりますと、さっきの場合、ここにリダイレクトして、で、リダイレクト後に戻ってくるのがこのコールバックですね。先ほど設定画面で見せた2番目の設定画面で、そこで実際にアクセストークンが発行されて、それを、アプリが持ってる、この場合だとある、ポストグレスに入れてるんですけど、ポストグレスに、この辺で、保存しますと。で、次もう一回インストールフローを走ったり、トップ画面にアクセスしたときは、そのアクセストークンがあるので、そのまま使いますと。で、もし執行してたらもう一回リダイレクトに渡すという形になってますと。で、その辺の処理も多分 Ruby で作っても、同じように作られてるはずですと。この辺のバックエンドですね。バックエンドの、ちょっと具体的にどこかっていうのがすぐわからないんですけど、おそらくこのアップの中とかに、モデルとかかな、に作られてるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとこの辺は、もし Ruby 選んだ方は、ぜひ解析していただければなと思います。はい。で、ここまでが、アプリのインストール、アンインストールの実装ですね。で、ここから、具体的に、基本的な機能の解説私の作ったアプリで、進めていこうかなと思ってます。はい。で、よいしょちょっとごめんなさいね。はい。ちょっと定期的に Twitter も見てるんですけど、はい。えっと、で、まず最初が、セッショントークンと外部サービス連携の解説ということで、セッショントークン、一番最初ですね。ここに来てますと。で、DevDoc っていうのがあるんで、リンクするんですけど、ここに、セッショントークンの、実装の仕方が載ってますと。で、セッショントークンって何かというと、これ結構、割と横断的に必要になってくる機能でして、まず条件として、このアップブリッジというものが払い出す、トークンですね。エンコードされたデータになっていますと。で、アップブリッジは、基本的にアプリを埋め込み型にしたときに、動作するもので、Shopify の、ここにあるように、埋め込んだときに、この Shopify の、例えば、どのストアに今埋め込まれているのかとか、ログインのセッション情報を渡したり、あとは実装は JavaScript のライブラリなので、Shopify が使っているモーダル画面とか、そういう UI の部品を提供したりとか、あと、これ実際 iFrame で埋め込まれてるんですけど、この iFrame の中でどっか別のサイトにリダイレクトする場合は、直接JavaScript とか HTML でリダイレクトすると弾かれちゃうので、アップブリッジが提供しているリダイレクト用のメソッドですね。アクションか。アクションを、提供する必要がありますと。ごめんなさい。メソッドでいいのか。メソッドですね。で、アップブリッジを、作る場合に、こういった感じで作って、リダイレクトする場合は、このアップブリッジの、メソッドでリダイレクトしてくださいねっていうのが書かれてますという感じですね。はい。で、で、それを私の
コードだとどこでやってるかというと、今度は、このフロントエンドのリアクトの方でやってますと。で、リアクトの方の、この AppJSX というところでやっていて、ここですね。ここでアップブリッジを生成してます。で、インポートしているのは、Shopify のアップブリッジのリアクト版のライブラリ。あと、部品で使ってるさっき言った Polaris ですね。Polaris は、ここにも出てるんですけど、これは外部サイトに、専用の、画面がありますと。で、私がよく使うのはこのコンポーネンツですね。ここにこう、Shopify そっくりの画面に作るための部品が、全部あるので、ボタンであればこういう例と、それを表示するための、リアクトがあるんですけど、リアクトつかない場合はこの HTML を貼り付けるんですね。なんですけど、例えばこう、ちょっと、凝ったような UI ですね。バッチはそうでもないかな。何がいいだろう。この辺とか、例えば、フォームとかですかね。フォームとかになってくると、途端にこう、すごいコード量増えちゃうんですね。なので、リアクトだと割とこう、すっきりと使えるんですけど、こういうのもあって、やっぱメンテナンスとか、性とか考えると、Shopify の管理画面はリアクトで作った方がいいかなと思ってます。で、まずこの、この JSX というのが実際直接は呼ばれなくて、このビータですね。私はビータを使ってて、これを、ローカルの環境で、この npm ビルドというところで呼んでいて、実際はそのコンフィグの中で、環境変数で設定している、API キーを読み込んで、生の JS に、コンパイルして、それが実際さっきお見せした画面で動いているという形ですね。この辺リアクトやってる方はもうおまじないみたいな方法なので、よくご存知かなと思うんですけど、実際このメインっていう中から、この App.js が呼ばれるんですけど、で、その、Shopify の Polaris である部品である Polaris をこう呼んでいて、これをリアクトとして書いてますと。で、今日、解説する機能ごとにこうメニューがどんどん出てきていて、そのメニューごとのページがここに出てますと。で、今からお話しするセッショントークンのコードはここにあるんですけど、先ほどお見せしたこの config というオブジェクトで生成されている、これが生成されることで、この仮想のページから全部アップブリッジが、参照されるようになっておりますという形ですね。なので、まずこのアップブリッジがまず必要ですということですね。で、アップブリッジのメソッドとして、えっと、セッショントークが、提供されてますと。で、よいしょ。これかな。元に戻ると、ちょっと動画でも解説されてるんですけど、一言で言うと、セッショントークンの中に何が入っているかというと、今アプリがインストールされて呼ばれているストアの ID ですね。ペケペケマイ shopify.com という ID なんですけど、Shopify ストアには必ず振られる、ドメインで、それが入ってますと。で、それによって今読み込まれているストアを判別するんですけど、これですね。で、Shopify の、パブリックアプリの制限として、基本的にサードパーティークッキー使わないっていう風になっているので、クッキーに例えば今、ログインしているアプリ、ごめんなさい、ストア名なんかを入れると、それは弾かれてしまいますので、代わりにセッショントークンを使ってくださいという形になっています。で、この DevDoc に書いてあるセッショントークンを実際呼び出した結果がこういう感じで、値はこういう感じで、JWT ですね、JSON Web トークンの形になっていて、で、コードすると、こういう形なので、ここの、ここかな、ISS かデストのところを、パースして、今、どのストアで動いてるかっていうのが、わかるんですけど、これ実は、このセッショントークンの仕組みが、この管理画面ではなくて、後ほど説明するチェックアウト UI エクステンションとか、そのフロント側の、データの引き渡しにもこのセッショントークンというのが使われています。で、基本的にそのエンコード、デコードとか、改ざんチェックの仕組みとかも同じなので、ほぼ同じなので、
まずこのセッショントークンを通じて、ストアの、キーを判別するというところが、アプリ開発する上ですごく大事になってきますと。で、これがコードで言うとどこになるかというと、ちょっと紛らわしいんですけど、さっきの、お見せしたこの UI 自体はリアクトで作ってるんですけど、バリデーションとかは、こっちのバックエンドのサーバーでやってますと。で、こうずっと下に行くと、えーっと、ここですね、セッショントークンっていうのがあるんですけど、で、このオーゼンティケイトっていうパスが、このボタンを押した時の、フローになってて、ここにアクセスしてますよと。で、このオーデンティケイトというのもアップブリッジのメソッドで、アップブリッジのリアクトのメソッドから呼んでるんですけど、そうするとここに、アクセスがいって、で、そのアクセスのヘッダーに同じセッショントークンが入ってくるんですね。で、アプリ開発というか、システムか、ウェブシステム開発された方ならわかるんですけど、単純にこう、ただ、トークンを渡して、トークンとかその生の、ID とかを渡しちゃうと、例えば全然外部から別のストアの ID とか差し込まれちゃうと、その別のストアの ID が見れちゃうので、必ずその渡されてるトークンが正しいものか、証明する必要があるんですけど、それがこの、えっと、チェックオースフェッチトークンという関数でやっていて、で、これが何かというと、ちょっと GitHub の仕様が変わったんで難しいんですけど、こうかな。これで、これですね。こういう感じで、このシークレットキーで改ざんチェックしてますと。で、このシークレットキーっていうのが、このアプリの、どこだっけ、ここかな。アプリの、これちょっと CLI の方ですけど、ここですね。ここのクライアントシークレットで、バリデーションしているので、基本的に Shopify とアプリ側でしか、見えない情報でバリデートしているので、もしおかしな、トークンを送られてきても弾けますよっていうところですね。で、ポイントはこれ、アプリ側で実装しないと、もうざるでダラ漏れになっちゃうので、セキュリティがまずくなりますというところで、さっきお見せしたこっちの CLI で作ってるコードはその辺が全部、まあ、あのその Shopify が、生成しているライブラリで、この辺は良きに計らってくれているというところが、メリットということになりますね。はい。で、このサンプルでやってるのは、オーゼンティケイトして、それをデコードして、で、先ほどお見せした、このアプリって、各ストアごとにアクセストークンをデータベース保持してるんで、このトークンから、このストア情報を、デコードして、そこから実際にアクセストークンを、こう、表示させてる感じですね。一応この、OAuth フローに乗った形で、このアプリ自体も、OAuth フローで、そのショップのアクセストークンを表示させていると。そういうのを、表示させている、デモになりますというところですね。あともう一つ、参照していただきたいのが、これが次の、テーマですけど、違うな、まだですね。この外部サービス連携の解説というところで、これ何かというと、かな。ごめんなさい。こっちか。これは、例えばですけど、自分自身が外部に何かサービスを持ってて、そこと Shopify をつなぎたい場合に、これ Mock の、よくあるこうログイン画面で、その場合は、そのアプリの独自の画面に遷移せずに、インストール後に OAuth フローの後にこの外部のサービスですね。例えば外部の SNS だったり、なんでしょうね、B2B のサービスだったりに遷移させたいときって、こういう画面によく遷移させたいと思うんですけど、それについての方法が、書いてありますと。で、それがですね、このアプリの独自仕様ですけど、この external true というパラメータをアプリの、生 URL にこう貼って、えっと、これ、これだとダメですね。ちょっと待ってくださいね。えーっと、ごめんなさい。ここかな。これで、バットリクエスト。ほら、ちょっとこ
こっちですね。ごめんなさい。こっちのボタンですね。こっちのボタンで押すと、こういう風にリダイレクトされますと。で、これ何をしてるかというと、さっきの、このモックログインですね。モックログインに、このセッショントークンですね。今お見せしているこのセクショントークンを渡して、で、デコードしてますと。で、これは外部のサービスですけど、まあ、同じ作成者が作ってるんで、もちろんアプリのシークレットは知ってる前提ですと。で、この渡してるセッショントークンを、まあ、ここにJWT のサイトがあるんですけど、ここにこう貼り付けてみると、こうデコードされて、まあ、分かっちゃうんですよね。で、例えばですけど、まあ、悪意のある人がここにこう、自分のストアに、まあ、こう連携するために、こう押したとして、まあ、トークン自体は正しくこう作られるので、まあ、これをこうペーストすると、まあ、エンコード自体は正しくできるんですけど、じゃあこっちのサービスにこのセッショントークンを貼り付けて、じゃあ自分のドメインに無理やり紐付けようとすると、こう、シグネチャーアンマッチドっていうことで、まあ、インコレクトセッショントークセントってことで、ダメですよと弾けますと。で、これを、で、さっきのモックの、ログイン画面もこのサンプルの中で実装してるので、えね、ここでさっきお見せしたように、こうか。同じバリデーションを走らせてるんですね。まあ、なので、よく外部サイトにこう、リダイレクトして、Shopify の ID つなげるときにも、やっぱクッキー使ったり、ローカルステレージ使うケースもあるんですけど、このセッショントークンをうまく渡すことで、もちろんこれ今ゲットですけど、ポストにもすることができるので、まあ、セキュアに、かつこう、Shopify の、まあ、仕様にも沿った形で、リダイレクトできるので、もし自社のサービスに Shopify アプリでつなぎたい方は、このアプローチを試していただければなと思います。そうですね。これで、セッショントークンの、ショーが終わりましたと。で、次はですね、Shopify 管理画面への埋め込みとアプリサーバーへのアクセス保護ということで、これが何かというと、もう一回アプリの画面に戻って、今1個目のセッショントークンの説明だったんですけど、このサンプル上アドミニリンクという、機能について、ご説明してますと。で、これが何かというと、この一つはこの HMAC のベリフィケーションですね。で、インストールの時に、先ほど言ったように、ごめんなさい、セッショントークンの時に、先ほど言ったように、まあ、トークンのバリデーションを走れるということだったんですけど、例えばこの埋め込みアプリとして、この画面が表示されている場合も、まあ、実際はこれShopify の中に表示されてますけど、この奥っていうのは、その私が提供しているこのレンダーのこのサイトなんですね。この外部の URL があくまで Shopify の URL の中にもiFrame で埋め込まれている形なので、まあ、ここにもベリファイする必要がありますと。で、それについて書かれているのがここで、これも私のサンプルコードの方で、実装されてますと。で、アドミニリンクなんですけど、アドミニリンクで、検索すると、こうですね。はい。こういう形で出てきて、で、今度はこのチェックシグネチャーという、まあ、別のものなので、こっちに出てくるんですね。こういう形で、まあ、同じように仕組み、発想は一緒なんですけど、さっきのトークンのシグネチャーと少しこうロジックが変わってたりします。で、そこの詳細が、こっちのページにこう書かれてますと。で、まあ、シグネチャー計算のしか、これ Ruby のコードとかあるんですけど、まあ、自分のコードはこれを、まあ、ノードに写経したような形になってますというところですね。で、ここのサンプルで、伝えたいのは、例えば、こういう感じで、このアプリの URL に生にブラウザでアクセスしたときも、こういう感じでこう、うまく埋め込みの方に戻りますよってことを言ってるんですね。で、これがなんでできてるかというと、コードの中の、さっきお見せした、リアクトの中の、
アップブリッジですね。ここの Force Redirect True っていう、パラメータがあって、これが効いてて、これ、通常サンプルでも、我々のデブサイトでも True になってるんですけど、これをすることで、埋め込みアプリだと、強制的に Shopify の管理画面の中に戻すので、例えばこれ今別のサーバーから、別のブラウザで表示してみてっていうことが書かれてるんですけど、例えばその Shopify が、まだログインされてない、ブラウザとかで、表示すると、まず、Shopify のログイン画面が出てくるんですね。で、これがこの App Bridge がやってくれてるので、例えばえっと、この埋め込み画面が、このアプリの URL が直にどっかのブラウザとかスマートフォンでアクセスされたとしても、アップブリッジを入れておけば、そこに勝手にShopify のマーチャントのログイン画面が出るので、いわゆるShopify でログインするみたいなサイトが、このアップブリッジ作ると、もうデフォルトで作れちゃうっていう部分が、ありますと。で、これもたまに Shopify でログインボタン作りたいみたいな、マーチャント向けの Shopify でログインボタン作りたいっていうニーズがあるんですけど、これぜひ試していただきたいんですけど、これを今、例えばスマートフォンとか、そういったもので、アクセスすると、多分最初に Shopify のログイン画面が出ると思います。なので、そういった使い方ができますよっていうところですね。で、次に Add Mini Link Extension っていうのがあって、これが、どういったものかというと、ここに、解説のページがありますけど、実際にページでえ設定で見てみると、これが今動かしている私のアプリで、この拡張機能というところですね。さっきから言ってるローカルのコードだとエクステンションっていうんですけど、ここに今説明する、エクステンションが並んでるんですけど、このアドミニリンクっていうところに、例えば商品詳細の、メニューから実際にこのリンクに飛ばしますという、設定がありました。これ実際ストアの名前とか選ばれてる商品の ID なんかも渡されてるんですけど、えっと、これを設定すれば、例えばこの例だとプロダクトですね。商品の、例えばこの商品詳細の、その他のところにこのアドミニリンクが出るんですけど、でこのサンプルだと、こっちのアドミニリンクで経営されたときは UI が変わって、その選択されたプロダクトのデータを API から取れますよっていうことが、示されなので、商品詳細から例えば帳票を出すとか、別の商品編集画面をアプリで作るときなんかに、この方法が作られますと。で、ポイントとしてはもちろんこのアドミリリンクに対しても、このシグネチャーの情報が渡ってくるので、ちゃんとバリデーションできてます。で、ごめんなさい、Shopify にログインしてなければ、さっきのようにログイン画面が自動で表示されますといったところを、表現しているのがこのサンプルになります。はい、そうですね。で、これが管理画面の埋め込みとアプリサーバーへのアクセス保護で、次から少し高度になってくるんですけど、次はテーマアップエクステンションを使った、テーマへの UI 挿入とアッププロキシを使ったテーマからアプリサーバーへの通信、でバナー表示やファーストパーティークッキー送信などということなんですけど、まずテーマアップエクステンションというのは、えっと、前回の、テーマの解説でもちょっと触れたんですけど、テーマの中に、UI を入れるもので、えっと、通常だと、テーマの、例えばセクションとかにリキッドを足すんですけど、それをしなくてアプリで動的に入れれますよっていうのがこのテーマアップエクステンションですと。で、DevDoc からリンクすると、同じようにサイトが出てくるんですけど、テーマ触った方ならわかると思うんですが、中身の仕組みは、テーマのセクションと同じなんですね。スキーマがあって。ただそれをアプリ側から挿入していて、ポイントは、こちらのアプリ、Shopify の CLI の deploy というコマンドで事前にアプリから、Shopify にアップロードしているような形になりますと。なので、このテーマファイル自体はアプリが毎回サーバー上でホストしなくても、事前に、Shopify 側にもうデプロイされているので、必要に応じてそれが、テーマに差し込まれるという、挙動になってます。で、このサンプルだと、
このローカルファイルですね。この演舞はちょっと GitHub ないんですけど、その npm ランデプロイをしたときに、できるこの演舞に、このエクステンションの ID が書かれているので、まずそれを設定してアクティベートしますと。で、その、npm ランデプロイなんですけど、ちょっとコマンドラインで見せますと、えーっと、こういう形で、これですね。これも事前に起動してたものなんですけど、npm ランでプロイすると、まず、どのパートナーアカウントでどのアプリにするか、既存のアプリにするのかっていうのを、聞かれますと。で、私のサンプルは、先ほどお見せしたようにいろんなエクステンションがあるので、これデプロイってやると、すべてのエクステンションがこのアプリに、デプロイされますと。で、このデプロイがさっき拡張機能っていうところに一覧で出てきたと思うんですけど、これに対応してるんですね。で、このデプロイで実行されるものは基本的にもうShopify に事前にこうロードというか、なんでしょう、アップロードされて実行可能な状態になるので、この機能だけを動かすんであれば、アプリのサーバーが仮に止まってたりしても、動いてしまうという機能ですね。で、こういう形で、結果が出るという感じですと。で、そのコードが、実際に、どのようになっているかというと、よいしょ、こちらのコードのエクステンションの中の今見てる、テーマアップエクステンションだとこちらになりますね。で、こうブロックの中にアップブロックとアップエンベリッドブロックというのがありますと。で、中身はこう HTML とこうリキッドにと JS とリキッドになってますというとこですね。で、その演舞をちょっと今ローカルでコピーしてみますと。と、で、さっきのお見せしたその、ターミナルのデプロイコマンドをやると、えローカルの、このアプリの VS コードとかで表示しているローカルの中に .env というファイルができて、そこに ID が表示されるので、これですね。これは、貼り付けますと。で、クリックすると、ストアのオンラインエディターに飛んで、こうなります。あ、ごめんなさい。これは多分あれですね。今、もうすでに、アクティブベートされてるんで、このエラー出ましたけど、通常だと完了画面が出ますと。で、これがそのテーマアップエクステンションで入れた、ものになります。で、普通のセクションみたいにこう、メッセージの設定とかもできるんですけど、で、これ、トグルオフにするってセーブってすると、消えますと。で、多分テーマのコードに書いちゃうと、ここが消えないんですけど、これがこうオンオフができて、今何もないんですけど、オンっていう風にすると、これがエディター上にも出て、えーっと、かつ、そうですね、ここ今、メッセージが出ますよってことなんですけど、ここを例えばこう変更すると、こういう感じでここが連動して動いて、テーマ側にもこう同じ UI が出てくるという、出てきましたね。出てくるという感じですね。で、この、アップエンベリットというのが、先ほどの開発サイトにも書いてあるんですけど、ここかな。アップブロックがいわゆる、通常のセクションみたいな感じで、ページ単位で埋め込めるもので、アップブロックっていうのは、テーマの全体的に常に表示されているもので、こういう感じでもう常に恒常的に出る UI とか、あと全体に入れたい、必ずしも UI なくてもいいんで、こうバックでこう読み込まれている JavaScript なんかを、このアップエンベリッドブロックという形で、指定します。で、どこで切り替えるかっていうと、構文上はあまり違いがなくて、このターゲットをボディにすると、エンベリット全体表示になりますし、スキーマの、ターゲットをセクションにするとアップブロック、つまりセクションとしてこう埋め込まれる形ですね。これで見ると、セクションのアドセクションにアップっていうのが1個出て、これちょっと最近 UI 変わったんですけど、ここにこのアプリの、
ブロックが出るので、そうすると、こういう感じで出てきますと。で、私の場合はデザインを変えてて、これも基本的にそのリキッドで何が表示されるかっていうのを指定してるだけなんですけど、で、セーブすると、ストアフロント側にも出てくるという感じですね。こうですね。でこれがテーマアップエクステンションになりますと。で、次にアッププロキシですね。で、アッププロキシが、ここに書いてあるんですけど、えっと、アッププロキシ、何かというと、ちょっとアプリの設定画面に戻りますけど、今度こっち側ですね。アッププロキシもこれ DevDoc がリンクされてて、これは何かというと、アプリの設定側ですね。こっちで言うと、これがさっき npm run deploy で見せたデプロイされたエクステンションの一覧ですけど、えっと、で、ちょっと紛らわしいんですけど、アッププロキシは拡張機能ではなくて、もうアプリの設定そのものになるんですけど、アプリ設定の、下の方かな。ここに出てきますと。で、これ何かというと、ここですね。これだと、ストアの、インストールしたストアの Apps の下の Barebone App Proxy って、これ自体ストアの URL なんですけど、ストアの URL に、えよいしょストアの URL、ここですね。Apps のストアの URL にアクセスされたら、実際にこのサーバーのこの App Proxy というパスにアクセスしますよっていう、設定をしますと。これを設定すると、購入者とかはストアにアクセスしてるんだけども、この後ろは実際はアプリのサーバーに、リクエストが、バイパスされますよっていう仕組みになってますと。で、これがソース上は、今度はバックエンドなんで、リアクトでエクステンションじゃないんですけど、プロキシですかね。ここが実際に呼ばれますと。で、クッキーとかは渡されないんですけど、代わりに Shopify が、今アクセスされているストアの、ID とか、あと、もし、顧客がログインしてたら、そのカスタマー ID なんかも Shopify が、渡すので、それによって、ログインしてる、顧客のデータを、参照できたりしますということですね。で、これ今何やってるかっていうと、ここにいっぱい出てるんですけど、これが実はファーストパーティークッキーですね。テーマの JS で取得したクッキーの情報をそのまま渡してますと。で、アッププロキシのサーバー自体は渡されたパラメータをそのまんまJSON で返しているという、デモになってます。なので、結構これはすごく汎用性があって、この中で例えば対応するアドミニ API 呼んで返すとか、あとこれ自体がリキッドとしても動作するので、コンテンツタイプを、ここですけど、アプリケーションリキッドってすると、テーマの1ページとして動作するので、ここで書いたリキッドが分析されて、例えばテーマの中に1ページ別の画面を差し込むとか、そういったこともできますというところですね。で、ちなみに今このログインカスタマー ID からですけど、これがもし、こちらのこの、今ないな。ログインボタンで顧客がログインしている状態だと、ここが ID が表示されたりもしますということですね。なので、プロキシはぜひ、覚えていただければなと思います。で、テーマとして動くデモですけど、よいしょ今、テーマアップエクステンションがあって、これですね。これ何をしてるかっていうと、同じアッププロキシなんですけど、今度は AJAX じゃなくて、そのままフルリダイレクトでリダイレクトしてるんですね。そうすると、テーマのヘッダー、フッターの間に、これが一つの、セクションとして、表示されますと。で、同じようにファーストパーティークッキーもパラメータで渡せますし、ここが注目していただきたいんですけど、この shop.name っていうリキッドを、えーこのアッププロキシのこのレスポンスの中に、サーバー上はテキストで出してるんですけど、これがちゃんと Shopify が、分析して、ちゃんと今アクセスしてるショップとして分析してるんですね。で、もしこれが仮に、ログインしてたらカスタマーの E メールなんかも
拾えたりするということなので、チェックアウトの前に1個画面をリキッドとして挟む場合とかにも使えますし、ポイントはあれですよね。ドメインがこう離れてない部分が、ポイントかなと思います。これがテーマアップエクステンションになりますというところですね。はい。ちょっと1時間過ぎたんですけど、ちょっと前回同様、多分90分ぐらいになりそうなので、もう少し、お付き合いいただければなと思います。で、次ですね。次からいよいよ、割と最近出てきた Shopify ファンクションの、解説となりますと。Shopify ファンクション何かというと、これもデブサイトに、詳細書いてあるんですけど、Shopify ファンクションの今度はメニューに行って、Shopify ファンクションは頑張って3つ作ったんですが、まずディスカウントですね。ディスカウントのこのデブドックを見ると、オーダーディスカウントですね、の1個として、書かれていますと。で、Shopify ファンクション何かというと、簡潔に言うと Shopify の標準の機能は上書きするような仕組みで、技術的にはWebAssembly という、WASM って呼ばれている技術を使ってますと。この辺ちょっと書いてありますけど、JavaScript とか、私のサンプルだと Rust っていうコードで書いてるんですけど、そういうコードをあらかじめ、ローカルでコンパイルして、それを Shopify のインフラの中にあらかじめデプロイで、アップロードというか、設定して、で、それが Shopify が、対応するポイントの動作に入ったときに、これはフロント側の動作ですけど、その WASM のモジュールを実行するという形なので、今までできなかった Shopify の、言ってみればサーバー側に独自の処理を入れるような仕組みになってます。で、その中で、コードとしては今、ディスカウントと、えっと、配送料の、変更と、あと、支払い手段の、オンオフみたいなものがあるんですけど、今、こういう感じで、種類としては今9種類ぐらい出てるんですね。で、アベイラブルなものがここに書いてあるもので、今日のデモに入ってるこのディスカウントとかなんです。あと、決済方法のカスタマイズなんですけど、今日お見せしたように、開発者プレビューだけでしかまだ動かないものがあと4つありますと。例えば、ルーティングとか結構面白くて、配送のロケーションの指定を動的に変えるとか、いくつかある。あと、バリデーションですね。バリデーションしてエラーがあったときにこう返すとか、そういったことなんかも出ますと。あと、カートを例えば、ポスからオンラインに、転送するとか、そういったこともできたりする、そこの挙動を上書きするようなファンクションもあって、これらも順次、本番リリースされていくと思います。という形ですね。で、そういうファンクションなんですけど、えっと、これも、コードで見ていくと、と、まず、そうですか。ごめんなさい。先にデベロッパードキュメントがいいかもしれないですね。デベロッパードキュメントで見ると、えっと、まあ、まあ、ちょっと難しいんですけど、こっちか。こっちか。ごめんなさいね。こっちですね。ファンクションで、例えばディスカウントってものをクリックしますと、で、まずいきなりカルゴっていうのが出てくるんですけど、これはラストですね。ラストっていう、割と、JavaScript みたいなスクリプトじゃなくて、C 言語とか Java と同じようなコンパイル型の主にサーバー用途の言語ですけど、それをローカルでコンパイルするための、あれがいりますよって形ですね。で、これは1回インストールしてしまえばいいんですけど、開発する際には必要になってきますと。で、ここで NPN イニットって出てくるんですけど、これは、いわゆるテンプレートですね。サンプルをそのまんまこの場合だともうディスカウントエクステンションが入ったサンプルコードをそのまま持ってくるという形なので、これで学習されてもいいんですけど、これをすると、さっきお見せしたこの Ruby のコードみたいなものも全部一緒に入っちゃうので、例えばもともとあるアプリにこれやっちゃうと、そこのコードが結構混じっちゃうという、ちょっと難点もありますと。で、私のコードの場合は、何をしてるかっていうと、自分で作ったコードに一個一個え Shopify のコマンドで、この、generate ってコマンドがあって、この app generate っていう、コードを押すと、
ですね、このコマンドの中の、かな、ここの、ここか。アップのジェネレイトエクステンションですね。これをローカルで起動すると、ここにエクステンションタイプっていうものがあって、さっきデプロイしたとき、色違いでたくさん出てきたんですけど、基本的な一個一個のエクステンションは全部このジェネレートコマンドで、ひな型を作っていきますと。で、コマンドラインで実行すると、どれをするかっていう、タイプをこう選択するように求められるので、それ一個一個ジェネレートして、このディレクトリを作ってるっていう感じですね。で、今お見せするファンクションのその実際に WASM として、Shopify の中で動くコードっていうのがこれなんですけど、これはラストで書いてあるんですけど、この辺のテンプレコードはもうジェネレートコマンドで生成されるので、私が書いたラストのコードはここになりますと。で、何をやってるかっていうと、インプットで、今購入しようとしている人の、顧客データのメタフィールドを読んで、そのメタフィールドの数値に応じて、アウトプットで、これがアウトプットなんですけど、アウトプットで何パーセントディスカウントしなさいってアウトプットを返してるんですね。で、すべてのファンクションは必ずインプットとアウトプットがあって、で、インプットが GraphQL の、フォーマットでこう返ってきますと。で、これも自分でこう定義できるので、このインプットをこういう仕組みで、構造で渡してくださいと。えっと、で、そうするとアウトプットで、その割引率を返すので、そうすると Shopify がそれに従って割引率を変えるみたいな、そういう形になってますと。で、ちなみにメタフィールド、どのメタフィールドを参照するのかっていうのは、ここにこう書いてある形になりますと。いう感じですね。で、いろいろ制限があって、例えばこの、じゃあラストの中から自由に外部のサイトにアクセスできるのかっていうと、それは、今、できなくブロックされてたり、あと、処理スピードも 0. 何秒で返さないと多分エラーになってしまうので、正直、ファンクションを使う場合のこの WASM の中はあんまりこう、長い処理は書けないので、ほとんどがこのインプットで、渡される、メタフィールドとか、ノートとか、その辺を事前にこう活用することで、いろいろ処理を書き換えていくのが現実的かなと思ってます。で、私がよくファンクションを書くときに見てるのは、やっぱり API 使用書で、この Shopify ファンクション API の例えばディスカウントだと、えーっどこだ、ディスカウントのオーダーの GraphQL の、まずインプットですね。ここのインプットに、例えばカートの、このバイヤーアイデンティティっていうのが実際購入者のデータになってくるので、カスタマーの、例えば、E メールアドレスとかあるんですけど、この構造が先ほどお見せした、こちらのインプットグラフ QL のこっちに対応している形になるので、使用書を見ながらインプットのフォーマットを考えていきますと。で、と、とまた、あれだな。ここですね。で、アウトプットは今度ファンクションリザルトっていうものがあって、必ずこのフォーマットに沿ってないとダメなんですね。ちゃんと動かないので、さっきだとディスカウンツの、ターゲットかな。ターゲットの、ごめんなさい、こっちか。バリューかな。ここに、私の場合、このパーセンテージをラストで返してるんですね。ラストで、ここですね。ちょっとラストが触ったことない人にはちょっと読みにくいかもしれないですけど、このディスカウントでバリューを返してるんで、ちゃんと Shopify がディスカウントしてるという動作になってます。はい。で、ちょっと動かしてみると、どこにしちゃったっけだいぶタブが増えてきたんですけど、ここか。ですね。このディスカウントに戻って、ここで今何をしようかというと、ここでやろうとしてるのは、これさっき事前に作ったんですけど、このカスタマーの、このメタフィールドですね。ここにメタフィールドにあらかじめ定義を作って、このメタフィールドのキーを
ここに貼り付けて、で、このメタフィールドに今30って入れると、このカスタマー、実際この E メールアドレスで購入された場合に、30%オーダーからディスカウントしますよっていうファンクションを今書いてますと。で、これ今30って設定してるんですけど、で、必ずこのファンクションで作ったディスカウントとか、他のさっきのオーダールーティングとか、ペイメントもですけど、Shopify に1回、グラフ QL で登録しないといけないので、それが必要になってきますと。で、もうこのサンプル1回登録してるんで、ひょっとすると今、エラーになっちゃうかもしれないんですけど、一応このファンクションの ID というものがあって、これが、えっそっか、さっきアンインストールしたから大丈夫かな。こちらの拡張機能の、このファンクションディスカウントの、ここに表示されてます。で、ちょっとややこしいのが、テーマアップエクステンションは、クライアントの演舞ファイルに書かれていたり、ファンクションはなぜかこうパートナーダッシュボードに書かれてたりするんで、ちょっと行ったり来たりしないといけないんですけど、これを貼り付けて、レジスターディスカウントってやると、サクセスとなってます。で、これが、そのファンクション自体はこの WebAssembly で、Shopify の中で動くんですけど、ファンクションの登録自体は普通のアプリサーバーからの、GraphQL なんですね。例えば、ションディスカウントってあって、ここの中の、ここが実際にこう、ミューテーションで、オートマティックアップクリエイトっていうもので、こう、登録してますという形ですね。はい。で、今登録したので、これで動くはずですと。で、じゃあ動くのにどうすればいいかっていうと、ストアを表示しますと。で、今、カゴに入ってるんですけど、これでチェックアウトすると、ここに出てますね、もうすでに。これがその、ファンクションで作っているディスカウントなんですけど、ちょっとこれ、次に表示する、チェックアウト UI エクステンション出てますけど、今は、えっカートでもう一回戻ると、何もないので、例えばテストという E メールにして、このまま行くと、ここがマイナスになりますと。これがちょうど886円の30%になってますと。なぜならこの E メールアドレスなので、じゃあこれ E メールアドレスを例えば別のものに変えて、もう一回行くと、今度は0円になってますね。という形で、制御できるという形になります。で、これはメタフィールドを使った形で一例なんですけど、メタフィールド以外にも、例えばいろんな応用手段、E メールアドレス以外の項目でも制御できるので、これがファンクションの、一番の、メリットになっているかなと思います。で、同じように、配送料と、あと決済手段についても、こう作ってるんですけど、ちょっと一個一個やってると時間がないので、簡単に説明すると、ペイメントも同じようにラストコードが、あって、これもジェネレートで作ったものに入れてますと。で、シッピングも一緒ですね。同じようにラストがあって、で、これどういう動作をするかっていうのを、今度はちょっと、あらかじめ録画した動画でお見せしようかなと思ってますね。ちなみにこのコードのウィキに、今お見せしたようなサンプルの動画があるので、例えばシッピングがどういうことやってるかっていうと、同じように登録すると、今度はシッピングの設定のところに、ファンクションで作った独自のシッピングが、出てくるんですね。で、今これ、やってることは、配送料がスタンダードっていう、名前が、実際にその指定した郵便番号の時だけ使えるようにするという、ファンクションをまた登録してますと。で、この状態でシッピングの設定画面に行くと、今度は下側に、こう、独自のデリバリーカスタマイゼーションっていうのが出て、クリックすると、この自分が作ってる画面に設定画面として飛ぶんですね。で、これを、オンラインストアで、えっと、今デモしてみると、今、郵便番号、普通の都内のものなんですけど、両方出てますと。で、それをさっきアプリの設定画面で設定した、
150-0001っていう、郵便番号にしますと。で、これでクリックすると、今度スタンダードだけになって、これが裏で WASM が動いて、ディスカウンファンクションが動いているという形になりますと。で、ペイメントはですね、今度これはなので、さっきの例はあれですね。例えば離島で、はい、離島の時しか表示しない、送料とかを、設定するときに、有効なんですけど、このペイメントの方は、今度似たような感じで、今度は特定の送料が選ばれたら、次の決済画面で特定の、決済手段しか選ばないようにするという形で、よくこれも COD になってますけど、代引きするときに、前の画面で代引き送料っていう、送料を選んだときに、次の画面にやっぱりクレジットカードとか出ちゃうと、ちょっとまずいので、その場合、代引きの決済だけにするという、ユースケースあるんですけど、それをファンクションでやってるケースですね。で、同じように、ファンクション登録すると必ずどこかの設定画面に、そのファンクションで登録したカスタマイズのメニューが出てくるので、それで今、ペイメントのファンクションを登録しましたと。で、今、通常配送だと、クレカと、代引き両方出てるんですけど、さっき登録したように、スタンダードっていう、送料の方を、表示すると、代引きだけが、出てる形になりますということですね。はい。よいしょ。こういう感じになります。なので、これ結構ファンクション難しいんですけど、1個パターンを覚えると、さっき説明した9種類ほぼほぼ同じパターンで、まずジェネレートして、WASM の、実質今基本はラストだと思うんですけど、ラストでコードを書くのと、それに対するインプットをどうするかって定義をして、で、デプロイすると、何かしら設定画面にそのファンクションで設定した、項目が出てくると。で、それに応じて、Shopify が、挙動を返すってところなので、結構横展開、コード的にもしやすい形になってるので、9個全部やってみなくても、2、3個やるとすごいコツがつかめるかなと思っております。はい。そうですね。これがファンクションですと。で、次に今度 WebPixel ですね。で、WebPixel は何かというと、またさ、こっちから行こうか。アプリのトップに戻って、今度は WebPixel なんですけど、WebPixel も、DevDoc があるので、ちょっと設定してみたいと思います。で、WebPixel は何かというと、ウェブワーカーですね。サービスワーカーとかよく聞いたこと、PWA とかで使われるので聞いたことあるんですけど、ブラウザのバックエンドで動く、独立したプロセスの、JavaScript の、ライフサイクルで、そこに Shopify が、例えば購入者が、今この情報、この商品をカートに入れたとか、チェックアウトから配送料に進んだとか、そのイベント前のデータを渡すような仕組みになってますと。で、アプリでやる場合は同じようにそれを、その各、特にチェックアウトの中とかの処理で、イベントの時にどういう JavaScript を書くのかっていうのを、実行するのかっていうのをあらかじめ Shopify に登録することで、Shopify がそのブラウザ上で、そのバックエンドでその処理を、設定することになりますと。で、これも、ちょっと、えそうですね。動画の方で多分見せた方が分かりやすいので、動画で見せますけど、アプリとしては、こういう感じで何をしようとしてるかっていうと、えーっと、こっちかな。と、WebPixel の、これは GA4 ですね。Google Analytics 4に対して、WebPixel を使ってイベントを、送るような、デモにしてますと。で、これも Create WebPixel をすると、設定画面に出てくるんですけど、で、実際に送られているかを Google Analytics ダッシュボードでチェックしようというところで、コード的には、同じようにエクステンションの中にあって、ここですね。今度は JS なんですけど、こういった形で JavaScript が書かれていて、と、
このアナリティクスという部分ですね。で、サブスクライブというのが、そのイベントを、購読するので、今全イベントをサブスクライブしてますと。で、これが Shopify が送るイベントなんですけど、プロダクトがカートに入れられたとか、チェックアウトが始まったとか、決済手段が選ばれたみたいな時に、GA4 に送るデータをこう作って、で、最後に、このフェッチですね。フェッチで、GA4 の URL に直接データを送ってるというところですね。でポイントとしては、これアプリのサーバーにもフェッチできるんですけど、これコルス対応ですね。クロスオリジンサイトの対応しているサーバーしかアクセスできないんで、例えばさっきのアッププロキシとか、そのブラウザーの表側のセッションを想定している同じドメインからのアクセスしか受け付けないようなサーバー、サイトにはこのフェッチでアクセスできないので、そこが注意点となります。で、そのデモが、こちらになるんですけど、これですね、こういう感じで今、イベントの内容をコンソールに出している形です。で、これが私の GA4 なんです。GA4 の設定ですけど、タグと、トラッキングの ID ですね、シークレットキーを入れると、同じように、ファンクションの機能が、えー登録されて、今度はカスタマーイベントという設定画面にそれが出てきますと。で、そうすると、こういう、右側のコンソールにあるように、Shopify が、様々な購入者のデータを送るので、これをさっきお見せしたように、下の方にちょっと出てますけど、Google さんの URL に、API のエンドポイントに送ってるんですね。で、このままチェックアウトに進んで、で、最後まで、購入を完了しますと。で、チェックアウトの前は今まで送る方法あったと思うんですけど、チェックアウトさっき言ったアップエクステンションもチェックアウトの中では読み込まれないので、ここをするために今までは Shopify プラス限定のチェックアウトリキッドとか、その辺を、触らなきゃいけなかったのが、これ今全部のプランでも使えるようになっているという形ですね。で、チェックアウト完了したので、じゃあ、GA4 の方で見てみようかっていうことで、ちょっと早送りしますけど、こういう感じで GA4 の方にちゃんと送られてますという、デモになりますという形ですね。はい。これもなので結構分析用途がたくさんあるのかなと思ってます。で、そうですね、今日の最後ですね。いよいよ最後にして多分結構一番重くて、人によってはこれが一番見たかったという部分かもしれませんけど、チェックアウト UI エクステンションを使った独自 UI や外部サーバーアクセス、アップセルや IP ブロックというところで、このデモを最後に今日は終わりにしたいと思います。で、チェックアウト UI エクステンションなんですけど、これもアプリのインデックスから辿ろうと思います。で、ここですね。で、同じように DevDocs があるんですけど、チェックアウト UI エクステンション何かというと、えっと、そうですね、さっきの実は WebPixel と使ってる技術は一緒で、ブラウザーのバックエンドで走る、Web ワーカーを使って、そこで、Shopify がこう表示する UI とかをチェックアウトの中に入れることで、今までカスタマイズが結構難しかったチェックアウトの UI に独自部品を入れれますと。かつ、その中で例えば、カートに入ってる商品を動的に追加したり、メタフィールドを更新したり、あと、さっきのフェッチですね。フェッチを使って外部サイトを、アプリのサーバーと通信したりとか、そういう、処理の改変もできるというところですね。で、ファンクションと違うのは、ファンクションは別に UI を提供するわけじゃなくて、インプット、アウトプットに沿った形で振る舞いを変えるものなんですけど、チェックアウト UI エクステンションは、その部品を入れつつ、外部にアクセスしたりして、チェックアウトの中のカスタマイズに、特化したものになりますと。で、こちらは Shopify プラス限定の機能になっていますというところですね。
で、このサンプルでは何をしてるかっていうと、ちょっと今日時間がないかなと思ってスキップしたんですけど、この前に、実はポストパーチェイスの、サンプルもありますと。で、ポストパーチェイスも、チェックアウト UI エクステンションとほぼほぼ同じ仕組みなんですけど、ちょっとライブラリー的には分かれていて、ポストパーチェイスはいわゆるその、決済を終わった後に、通常だとサンキューページが出てくるんですけど、サンキューページの前に、一度チェックアウト UI エクステンションと同じような、部品を使って、1枚画面を挟んで、そこでアップセルをさせる感じですね。で、購入が終わってるんですけど、前の、決済、前の画面で使ったクレジットカードの余震を使ったそのまま決済までできるという、仕組みになってます。で、チェックアウト UI エクステンションは、じゃあアップセルをする商品を、特定するための情報をやっぱりメタフィールドに持たせてるんですけど、同じメタフィールドを使うので、まずこのポストパーチェイスサンプルのメタフィールドを作ってねっていうことが、ここに書かれてますということですね。で、ま、そうですね。で、ちょっと試しにやってみましょうか。ここに Add Metafield Above ってあるんですけど、これをクリックすると、多分今成功すると思うんですけど、成功しますと。そうすると、メタフィールドの中に、今 API でメタフィールド入れたので、プロダクトの中にアップセルプロダクト ID とか出てくるんですね。で、これに応じてチェックアウト UI エクステンションがアップセルをするんですけど、例えば、えっどれがいいかな。これとかにメタフィールドが出てくるんですけど、ここに、プロダクト ID ちなみにここに出てくるので、こっちにしようかな。こっちの ID を、このスノボに入れますと。で、保存しますと。で、アプリの方に戻って、アプリの方に戻って、今度はチェックアウトエディターですね。エディターの方に行くと、これがさっき、ちょっと前出しで出てしまったんですけど、これがチェックアウト UI、エクステンションですと。で、ドラッグアンドドロップでセクションみたいに動かせますと。で、例えば今ここに出してますけど、こういう感じで右側のオーダーディテールなんかにも入れれますと。で、セーブすると、こういう感じで出ますと。で、ちょっとコードに戻ると、実はこの私の、チェックアウト UI エクステンションは3つ機能があって、何をしてるかというと、えこのソースの中の、で、これはちなみにチェックアウト UI エクステンションはバニラ JS ですね。スノ JS とリアクト選べて、私はリアクトでやってるんですけど、えっと、一応3つ UI を用意していて、1つ目がアップセルで、さっき言ったようにメタフィールドを見て、そこからフェッチでサーバーサイドに、アプリ自体のサーバーサイドにアクセスして、で、この今、カートに入ってる商品がアップセル対象かどうかを判別して、こちらの、チェックアウト UI エクステンションに返して、で、アップセル対象だと、それをチェックアウト UI エクステンションの API を使って入れてるという処理と、もう一つは、バリデーションですね。ブラウザーの、アクセスしている IP を外部サイトから判別して、もしブラウザ、その IP がブロック対象だと、次のチェックアウトに進めなくするという処理ですね。で、最後はレビューで、さっきの赤文字で出てたのが、これは購入者に、自分のストア3段階の評価でどれですかっていうのを、表示させ指定させて、それを、オーダーのアトリビュートですね。ごめんなさい、メタフィールドか。メタフィールドに、顧客、そのカスタマーのメタフィールドに保存するような3つの機能を1つの UI エクステンションで実現してますと。で、青になったり赤になったりしてるのは、実はドラッグアンドドロップで、動かした場所っていうのがもう決まってまして、まさにここなんですけど、ここに来たときは、この、
UI、ここの場所にドラッグアンドされたらこの UI って感じで、切り替えてるんですね。で、どこに表示されるかっていうのも、この設定ポイントでこう変えれたり、あとメタフィールドの参照するデータなんかもここで定義できるんで、ここに定義しておけば、もう Shopify の方で勝手にここに一致したメタフィールドしかこう渡さないんで、これってさっきのファンクションとかもそうなんですけど、自分でこう、実際にエクステンションのコードの中でメタフィールドをループさせて検索するとか、そういったこともなくなりますと。あとこのケイパビリティっていうのがあって、例えばフェッチで外にアクセスするならこれを true にするとか、あと、チェックアウトの先進めなくなるようにするにはここを true にするとか、あと API アクセスっていうのが実は標準でストアフロント API っていう、今日は深掘りしないんですけど、独自にストアフロント作る際に使う API とかに、標準でアクセスできるようにもなっているので、その辺の設定がここにあるという形ですね。で、と、その辺の諸々の情報が全部このチェックアウト UI エクステンションの開発者サイトに書かれてますと。で、このエクステンション API というものが、さっき言ったその、どこの場所で、例えばメタフィールドを更新するとか、そういったものが全部、定義されてますと。で、リファレンスとしては、ここですね。で、私が使っているのはこのスタンダード API で、ここから全部の API がこう辿れるので、これ一個一個が、API になってますと。例えばこれをコード内で検索すると、出てこないね。こっちか。こっちですね。出てこ出てこないですね。と、そっか。ごめんなさい。今読んでないのかな。こういう感じで、スタンダードエクステンション API のアップメタフィールドっていう、メソッド呼んでるんですけど、これがこれに当たりますと。でクリックすると、ターゲットとかこういう、仕様が出てくるので、これを見ながらこう実装していってるという形ですね。で、一方で、じゃあ、実際の UI は今、リアクトで作ってるんですけど、こういうバナーとか、チョイスリストとかブロックスタックとか、これが、じゃあどういうものが使えるのかというものが、今度はコンポーネントの一覧にありますと。で、えっと、これが、ちょっとたどりづらいんですけど、UI コンポーネント、ここですね。コンポーネントライブラリにこう絵付きであるので、基本的にはここから選んでもらう形になりますと。で、選ぶと、リアクトのコードがあるので、これを貼り付け、こちらのコードに貼り付けて使っていく形ですかね。で、今、そういう感じでメタフィールドと、あとその、エディターでドラッグアンドドロップしたんで、これでちょっと一回、見てみようかなと思います。で、今、ドラッグアンドドロップしたんで、こっちに移動してますよね。で、カートに入ってるのが、今これなんですけど、確か、これかな。ごめんなさい。ちょっと、ストアに戻って、こっちですね。確か、メタフィールドを、これ、どこだっけ。メタフィールドが、メタフィールドがない。えーっと、メタフィールドが、こっちじゃない。と、リフレッシュして、これですね。こっちじゃないのか。こっちですね。メタフィールド、これをアップセルしなさいっていう形だったので、この3P フルフィルメントという商品を、今カートに入れてみますと、これですね。ちょっとこれが邪魔くさいんですけど、いいか。えーっと、
で、こういう形で、もう出てきましたね。こういう感じでアップセルで出ましたと。これなんで出てるかっていうと、ここの、メタフィールドに入ってるプロダクトが、こっちなんで出てますという感じですね。で、これをやってる処理が実際の、ちょっと長いんですけど、こう、まず、カートに渡ってきてる、商品を解析して、で、そっから、で、ここに、冒頭説明したセッショントークンがまさに使われてますと。このセッショントークンから、実際の、ストアの情報とかがわかるので、このトークンをそのままアプリのサーバーに渡してますと。で、ポストパーチェスの、サンプルと共用してるので、えこっちかな。ですの、ね、ここの中で実際にこの中でグラフ QL を、もちろんバリデーションして、グラフ QL 読んで、えっと、アップセル対象かどうかっていうのを判別している形ですね。で、そっから、実際に、セットアップセルプロダクトっていうところで、今度はこっちは、これはリアクトのステートか。ステートを、使って、画面に反映して、で、例えば、これとかはさっきのストアフロント API を使ってる部分ですね。で、これが、えっと、ちょっとあまり本筋の処理じゃないんですけど、実はこの Create New Checkout ってところで、このチェックアウトをもう一回クローンできるような処理なんかも走らせてたりしますと。で、この Love It Buy Now ってボタンを押すと、と、ですね、と、これで、ちょっと待ってね、よいしょ。これで動くかな。ちょっと、今反映が遅いんですけど、よいしょ。ちょっと今、あれですね。反映がされないんですけど、本来ここに、もう一個表示される形になりますと。で、あとレビューがこういう感じですね。こういう感じで、スコアが渡されるので、で、これで Continue ってやると、最終的にここで選んだものが、カスタマーのメタフィールドに表示されるという形になります。で、ここデータが引き継がれているのは、エクステンションの中にストレージにアクセスするメソッドがあるので、そこを、使っているという形ですね。で、一応こちらも動画があるので、ちょっとうまくいってる動画を今お見せしますけど、これですね。ごめんなさい。これはポストパージです。こっちかな。これですね。こういう形で、さっきと同じようにメタフィールドをするのは一緒なんですけど、ここで Love It By Now っていうふうに押すと、こう下に出てくるんですね。で、ノーツにも入れてるんで、こういうデータも出て、あと IP アドレス、もし対象だとブロックするような形にもなってますと。で、アップセルされたものは保持されて、えーっと、最終的に、ちょっと早送りしますけど、こういう感じでチェックアウト終わると、で、オーダーを見てみると、ちゃんと2つ入ってますという形ですね。で、顧客データですね。で、チェックアウト UI エクステンションに設定したノートも入ってますし、で、ちゃんとオファーされてますよと。で、購入したカスタマーのデータにも、ちゃんとこの、さっきの、3段階のレビュースコアがちゃんと入ってますよというデモになります。はい、ではちょっと長くなってしまったんですけど、本日の、配信はこれに終わりです。で、ちょっとチャットに来てるので、読み上げますと、よいしょ
可能でしたらフルフィルメントとマルチパスを含むのに足がかりになる参考資料、動画とかあれば教えていただけませんか？今回のキャンプでの Twitch 配信は本日で終わりですよね。あ、これキャンプっていうのは今、招待制でちょっとパートナーさんの、イネブルメントキャンプというものをやってるんですけど、これはですね、後日、作成予定です。で、また配信で、えっとご紹介しようかなと思うんですけど、資料はその前に、お渡しできるので、基本的にはデベロッパーサイトに載ってるんですけど、そちらを見ていただければなと思います。なので、そうですね、フルフィルメントマルチパス、あと B2B なんかは次回の配信でやろうかなと思ってます。はい。えーっと、そうですね、Twitch のコメントは以上のようなので、あとは Twitter ですかね。ツイッターの方も質問らしいものはないですかね。えっと、今日は内容がめちゃめそうですね、ちょっとやっぱり詰め込みすぎたかなって気もしますけど、割とここまで全部、えっと、マスターすれば、もうあなたは Shopify マスターだと言えると思いますんで、ぜひ皆さん頑張って少しずつでもいいので、マスターいただければなと思います。そうですね。では、今日の配信はこちらで終わりにしたいと思います。最後、そうですね。ちょっと最後、これでコードの中を見せて終わりにしましょうか。はい。はい、ではそれでは長い時間ありがとうございました。ではまたちょっと次の配信は来週以降、再来週、もっと先になるかもしれないんですけど、追加の実装をして、また配信したいと思いますんで、皆さん、また見ていただければなと思います。それでは長い時間ありがとうございました。失礼します。